いよいよ新しいキャンピングカー納車されます。いやー、めっちゃ嬉しいです。おっさんになってもまだこんな楽しいことあるんですね。今日は自宅からキャンピングカー屋さんに行ってきます。嬉しい納車式の様子、そして新しいキャンピングカーの内外装紹介をさせていただきます。こだわったポイントがあるのでそちらも詳しく紹介します。今回購入したキャンピングカーはライトキャブコンと呼ばれるクラスになります。中古で400万円でした。軽キャンピングカーの新車が約400万円です。新車の軽キャンピングカーと中古のライトキャブコンがほぼ同じなんですね。コスパがいいので初めてのキャンピングカーにもおすすめなクラスです。ただ中古なのでいろいろ問題もありそうです。その辺納車後1日触ってみてリアルに感じたメリットデメリットをお伝えします。キャンピングカー興味ある方、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。今奈良県の自宅にいます。朝6時です。電車でナッツ RV 北九州店に行ってきます。そして帰りは車中泊で帰ってきます。荷物と撮影機材だけ先に送っておきました。それでは行ってきます。はい、新大阪到着しました。今から新幹線に乗って福岡県まで行きます。2時間半で到着予定です。はい、福岡県五竜駅到着しました。ここがナッツ RV 北九州店の最寄り駅になります。駅までナッツ RV のスタッフさんが迎えに来てくれるということです。すいません、お邪魔します。納車の時って、電車で来られてで乗って帰れる方って多いですか？そうですね、一応納車式っていうのをやるので、あるんですね、納車式が。はい、楽しみですね。はい、到着しました。ナッツ RV 北九州店です。行ってきます。これは何ですか？これ納車の記念のお花になります、ね。ありがとうございます。飾っておきます。よろしくよお願いします。3月のうわー、すごいピカピカ。いいですね、鮮やかに。はい。納車式終わりました。めっちゃ嬉しいです。それでは早速内外装紹介していきます。まずはサイドです。こちら色なんですけど、ナッツ RV さんにお願いして特別な色にしていただきました。通常の青より明るめです。純正色と比較しています。こちらがマッシュの少し明るめの青です。日陰で比較してます。そして純正色のボストンブルーです。ちょっと明るいんですよね。日が当たるともっと差が出ると思います。 YouTube 撮る上で少し目立つようにしていただきました。ありがとうございます。そしてこちらのボディです。これナッツ RV さん特製の断熱ボディになります。アルミのパネルに中に断熱材が入ってます。インディ727と同じなんですけど、こちらマッシュの方が 8mm 厚くなってます。この後車中泊行きますんで、遮音性と断熱を実際に体感してお伝えしたいと思います。 8mm の厚さで何か変わるんでしょうか？楽しみです。サイドの下側に
こちらは車のバッテリーが収納されてます。リア側はこちら防水の収納になってます。ここにゴミとかも入れそうですね。反対側にも防水の収納ボックスがあります。そして前はガソリンタンクです。もう一つ扉があって、こちらを開けると中につながってます。これは外部電源の入力ですね。ドアの上に補助ライトがあります。そしてこちらの車両はサイドオーニングがついてます。フロントです。結構可愛らしい顔つきになってます。ベース車両は日産のバネットです。マツダのボンゴと同じです。 1800cc なんでパワーは軽キャンピングに比べるとだいぶあると思います。そして大きなバンクがあります。かなり高さありますね。これは運転気をつけないといけません。高さは 2.7 メーターです。横幅は2メーターあります。普通のコンビニなども駐車できます。こちらがリアになります。後ろ小窓2つあります。そしてここにバケージドアがあります。こんな感じで結構大きい間口なんで、ベビーカーやキャンプグッズなども出し入れできそうです。アーチ回りなんですけど、前のタイヤがホイールが14インチ、そしてリアが12インチです。でこちらなんですけど、なんとダブルタイヤなんです。走行性能楽しみです。こういったキャブコンタイプはやっぱり横風やコーナリングに弱いので、ダブルタイヤにすることによりどう軽減されるのか、この後の車中泊旅で体感してきます。タイヤの硬さなんですけど、純正では6プライです。今は8プライのタイヤを装着しています。なのでこちらも横風やコーナリング時のロールも抑えられていると思います。ショックアブソーバーはノーマルのままです。この辺は乗ってみておいおい考えていきます。それでは運転席入ります。ヘッドクリアランスなんですけど、拳1個とちょいという感じです。自分の身長は170センチです。ナビはついてます。前のオーナーさんがつけてくれてました。で今回はオートマです。4速 AT です。でタコメーターはないですね。もうスピードメーターとガソリンメーター、水温計のみです。今回自分がとてもこだわったのはこのクルコンです。外部のクルコン取り付けていただきました。なので電子スロットルのモデルを選びました。このタイプのクルコン初めてなんですけど、こちら押すとクルーズモードになります。そして下にすると今走ってる速度でクルーズモード入ります。そしてあとはこれ上下すると速度が上がったり下がったりします。この辺は実際に使っていってみて体感していきます。このライトキャブコンはそこまでパワーがないので、やはりアクセルコントロールが頻繁に必要になると思います。なのでアクセルコントロールがいらなくなるクルーズコントローラーはこだわって取り付けていただきました。ちなみにこの外付けのクルコンはナッツ RV3 では推奨はされてません。あくまでも自己責任でということになります。そしてシートなんですけど、もういかにもトラックというシートでちょっと破けたりしてます。走行距離なんですけど、今で52000キロ、ちょっとやっぱ走ってますね。で登録されたのが11年前です。まだまだ走ってくれると思います。それではいよいよ中に入ります。いやー、自分がこんな大きいキャンピングカー乗れると思ってませんでした。夢って叶うんですね。嬉しいです。やっぱ中古なんで少し古い感じはしますが、それはそれで全然いいです。それでは内装の方を紹介していきます。まずは入り口なんですけど、靴はこんな感じでもう入り口に置いておきます。奥に入るんで結構大きい靴でも大丈夫ですね。ドアはこんな感じで網戸にもなります。
でこれロックできますんで、強風の日でも大丈夫です。入ってすぐ横に台があります。ここ収納あります。靴も置けそうですね。そしてこの台の上にテレビついてました。後ろにアンテナ電源あります。これ屋根にテレビのアンテナついていたんで、ナビ起動しなくてもテレビが見れると思います。こちらがスイッチパネルになります。これがメインスイッチ。ここにサブバッテリーの残量が表示されてます。で室内灯1、2、ルーフベント。ここに DC12V2 口、インバータスイッチ。こちらを押すとインバータ家庭コンセント 12V 使えます。 1500W まで使用可能です。運転席の後ろ、ここに FF ヒーターのスイッチがあります。でここ横なんですけど、これは運転中のリアクーラーとリアヒーターが後部座席に風を送ることができます。ソファー下にもリアクーラーとリアヒーターがあります。ソファーなんですけど、ここに1、2、3人と後ろ2人座れます。でこちら後ろが3点式です。これでチャイルドシートもつけられます。そしてここは取れますんで、こんな感じでもう取っといて、運転席とリアの行き来してもいいですよね。次のこだわりは家族3人で車着するためなので、まだ子供が小さいので押したりしないようにフラットにできるようにしました。一度やってみます。まずはこのテーブルを下の台にします。そしてここにソファーを敷き詰めれば、とりあえずベッドが完成します。そしてここにオプションのマットを追加します。これがオプションで頼んだ延長マットです。ここの裏にこの足を回して取り付けていきます。これはもともとあったマットです。これ入り口にはめます。そうするとこんな感じで広い空間が生まれて、子供も落ちないようになります。ここはこだわりました。ギャレーはこんな感じでまあまあ広めですね。でちょっと調理スペースがあります。これで水が出ます。ギャレーの下にここが給排水タンクです。20リッターずつあります。冷蔵庫はメインスイッチに連動しています。これ結構大きくて40リッターもあります。家族で長旅も大丈夫ですね。ここに引き出しあります。これもうほんと家みたいですね。食器入れるのに便利そうです。ここも小物入れあります。調味料とか洗剤など使い勝手良さそうです。マルチルームはかなりこだわりました。もうこちらをついている車両を中心に探していました。そんな広くないんですけど、十分トイレ置けます。一応ラップポンという自動トイレ置く予定です。そしてこちら換気扇つけてもらいました。一応トイレで使うんで匂いこもらないようにしました。ここに AC コンセントを引いてもらいました。これでラップポンの電源を確保しました。リアに2段ベッドがあります。こんな感じで頭の方は広いんですけど、足の方が結構狭いですね。ちょっと長さ測ってみます。つま先から頭まで、約184センチです。そして広い方の横幅が76センチです。そして狭い方は58センチです。でこのベッドは簡単に外せるようになってます。ちょっと一回寝てみます。自分は170センチなんですけど、寝た感じ問題ないですね。なんか足元狭いかなと思ったんですけど、こっちの上半身が広いんでそんなに窮屈には感じません。この横の窓いいですね。狭いんですけどこの窓があることにより広く感じます。こちらにコンセントありますね。でライトもこんな感じで豆球できるんで
熟睡できそうです。なんか寝台列車のような、カプセルホテルのような、そんな感じがしてワクワクします。次はバンクベッドです。これを引っ張って、そしてこのマットをはめ込むだけ。めっちゃ簡単です。バンクベッドのサイズなんですけど、横幅が179センチ、そして奥行きが150センチ、かなり広いですね。で、一番高いところ、高さが45センチです。一回寝てみます。車の中に橋があるの面白いですね。なんかこれちょっと古いんで、ちっちゃい頃の2段ベッドの記憶が蘇ります。横幅はかなりあるんで広さは感じます。ただ天井かなり近いんで圧迫感はあります。これは人を選ぶと思います。すぐ横落ちるんで、酔っ払って乗ったらダメですね。何か柵とかつけないと多分落ちて怪我すると思います。あとはここのソファーベッドですね。ここのサイズだけ測っておきます。横幅が90センチ、長さが180センチです。ベッド展開する煩わしさはあるんですけど、ここがやっぱり一番快適に眠れそうです。窓なんですけど、こちらはガラスです。今の資料はアクリルなんですけど、昔のタイプになります。これ結露や断熱どうなんでしょうか。今日の車中泊で体感してみます。窓は合計4箇所あります。このソファーの横、一番大きいところと、あとはギャレーですね。そしてリアのベッドのところに下と上両方あります。天井に換気扇マックスファンついてますんで、料理するとき、例えばここの窓開けちゃうと、ここからもう空気が吸って上に出るんで、かなり換気能力は高いと思います。いやー、めちゃくちゃ気に入りました。もう旅が楽しみです。で、今日最後に1日触ってみて感じたメリットをお伝えします。まずはメリットから。この断熱壁です。かなり分厚いんで、自分の持ってる軽キャンピングカーインディ727より8ミリ厚いです。なのでやっぱり遮音性が高いですね。で、この辺は実際に車中泊してみて、高速道路サービスエリアや喧騒の中でどのぐらい遮音されるか帰り体感してきます。そして次は窓です。これ昔のタイプのガラスの窓なんですけど、すごいいいなと思ったのが綺麗なんですね。景色がアクリル窓だったらやっぱりちょっと曇ってるというか景色が見にくいんですけど、バッチリ絶景が見れそうです。アクリル二重窓の場合は押して上に開くんで走行中は使えないんですけど、こちら横にスライドするタイプなんで走行中も開けられるんですね。これは後ろの人はかなり涼しいと思います。次はリアクーラーとリアヒーターです。運転席のすぐ後ろとこのソファーの下にもあります。夏場とか後ろめちゃくちゃ暑くなるんで、走行中その時にクーラーつけれるのはありがたいです。やっぱり運転席のクーラーでは後ろまで冷えないんですね。なのでこのリアクーラーとリアヒーターは家族で使用するときはかなり重宝すると思います。そして最後に感じたメリットは、なんといっても中古なんで価格が安めで、そしてすぐ乗れるということです。納期まで2ヶ月弱でした。この辺は時間は買えないので何よりのメリットになったと思います。短い時間でしたがデメリットもやはり感じました。まずメリットでもあった窓なんですけど、もう生産されていないらしいので修理ができないらしいです。なんかできたとしてもかなり時間がかかるそうです。ガラス窓も二重窓になってるんですけど、その間がたまに曇るらしいです。そうなると拭いても取れないんでずっと曇った状態、もしくは汚れがついたらもう取れないらしいです。この辺はやっぱりアクリル二重窓の方が使い勝手が良さそうです。そして根本的なんですけど、この車後ろにクーラーついてません。なので夏どうするか問題ですね。このマックスファン回して換気すればかなり温度は外気温に近くなるんですけど、真夏日は何か対策を考えないといけません。リアのベッドの窓がちょうど開いてますんで、ポータブルクーラーとか排気出すの良さそうですね。この辺もまた考えていきます。そして最後は走りですね。まだこれ体感しないで確定ではないんですけど、やっぱりライトキャブコンパワーがないらしいです。
ただ軽キャンピングカーに比べると上りや高速では楽ということです。この辺実際の走りどうなのか、今から奈良にマッシュで帰ります。1日目は一般道を走って車中泊、そして帰りは高速道路で帰ります。それではナッツ RV さんに挨拶して車中泊旅出発します。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。本日新しいキャンピングカーが納車されました。いやー、めっちゃ嬉しいです。納車された日、このまま車中泊旅始めます。もうね、アホでしょ。でも車中泊好きな方ならこの気持ち分かってくれますよね。購入したお店ナッツ RV 北九州店、福岡県から自宅のある奈良県まで帰ります。一般道と高速道路、船旅も交えキャンピングカーの使い心地を確かめてお伝えしたいと思います。この車両10年落ちの中古400万円で購入しました。不安なのが中古で10年前のキャンピングカー、使ってみないとわからない不具合ありそうです。そしてそもそも走り大丈夫なのか、坂道登るのか、風の煽りで揺れないのか、スーパーやコンビニの駐車は可能なのか、この辺も確かめます。1日目は夜出発なので近くの道の駅で車中泊します。車中飯をして換気能力確かめます。気になるボディの遮音性、一番後ろのベッドで寝てみて体感します。そして実際の車中泊で感じた中古ライトキャブコンのメリットデメリットをお伝えしたいと思います。おっさんの夢が詰まったキャブコン車中泊、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。今ナッツ RV 北九州店さんにいます。これから車中泊で奈良まで帰ります。車内なんですけど簡単にセットしました。ここにティッシュやキッチン関係の消耗品入れてます。でここは IH 調理器や炊飯器、電気で使える調理器持ってきました。今から給水タンクにお水入れさせてもらってギャレーもフル活用していきます。それでは早速出発します。帰るルートなんですけど、今九州の福岡県北の方にいます。で本来だったら奈良に帰るのに広島、岡山とかこのルートを走るのがいいんですけど、今回は四国行ってみます。今日はどこか近くで道の駅に泊まって、で次の日船乗って四国に渡ります。そして有島通るときにすごい風強い橋ありますんで、そこ通って奈良に帰ります。で1日目は一般道、2日目は高速道路も体感して、風の煽りやコーナリングのロール、あとはクルーズコントロールですね、走行性能確かめます。はい、それでは出発します。お見送りしていただいてます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ナッツ RV 青山店長に聞くと、この辺に車で1時間ぐらいで道の駅大東桜街道というのがあるらしくて、そこがめっちゃいいみたいなんで、今日はそちらで車中泊します。はい、まず乗り出して意外だったのが出だし結構トルクあります。もっともっさりしてるかなと思ったんですけど、これは意外でした。同じライトキャブコンのタウンエースベースよりもトルクあります。タウンエースは
1500cc です。こちらのボンゴは 1800cc あります。なのでシンプルに排気量の差が出てると思います。これは上りも楽しみです。今日明日一般道を走りますんで、ガソリン満タンに入れて一般道の燃費測っています。マッシュはレギュラーです。はい、満タンになりました。トリップメーターゼロにリセットしてきます。乗り心地についてなんですけど、これも意外といいです。トラックベースなんでもっと路面のギャップでガタンガタンになるんかなと思ったんですけど、意外とラグジュアリーです。これなら長距離も大丈夫そうです。そして静粛性がこちらも意外とありました。今街乗りなんで低回転なので静かなのかもしれません。この辺は坂道など高回転の時、そして高速道路ですね、どのぐらいうるさくなるかまた明日チェックしてみます。24時間やっているスーパートライアルに到着しました。初めての駐車だったんでちょっとビビってしまって後ろまで行きませんでした。横幅はちょうど枠の中に収まりました。これだったらコンビニとかも大丈夫ですね。それでは購入していきます。いろいろ買ってきました。うわ、やっぱこうやって見たらマッシュ大きいですね。冷蔵庫の方はもう冷やしておきました。かなり量あるんですけど入れてみます。ドリンクの方は調味料とかも入れたんでぎゅうぎゅうになってしまいました。でこちらの冷蔵室なんですけど40リットルあるんで大丈夫ですね。でこちら電気消すときなんですけど、メインスイッチこれで切っちゃうと冷蔵庫も消えてしまうんで、こっち側のスイッチで電気は消します。はい、それでは再出発します。安全運転で行ってきます。もうちょっとで道の駅着きます。でもう夜が遅いんで温泉併設されてるんですけど、温泉は入れないと思います。車中飯して早めに寝て明日に備えます。ここですね。到着しました。もうキャンピングカーとか結構車中泊されてる車多いですね。端っこの方に止めさせていただきました。ここの道の駅駐車場めっちゃ広いです。奥の方までずらっとあります。そしてその反対側もずらっと奥まで駐車場があります。向こうの方が道の駅なんですけど、でトイレの周りにやはり車集中されてるんですけど、誰もエンジンつけてないですね。やっぱり車中泊でおすすめというブログ見たんで、お風呂も併設されてるし、福岡県の中ではかなり有名なスポットのようです。もう夜遅いんで今日は探索せずに車の中で過ごして、また明日の朝周辺探索したいと思います。いやー、いいですね。ちょっと照明暗さは感じるものの雰囲気があっていい感じです。で窓が丸見えなんでカーテン閉めていきます。カーテンはマジックテープを外して閉めるだけです。運転席との仕切りのカーテンもありました。これはホックですね。今日車内が暑くて今22度ですね。マックスファン回して温度下げます。窓を網戸にしてカーテン閉めていきます。かなり涼しい風入ってきてます。
それではお腹も空いたんで車中飯にします。マッシュで初めての車中泊、何食べるか決めてました。焼肉です。初めての車中泊で焼肉、もうねアホでしょ。マックスファンの換気能力調べたかったので焼肉にしました。できるだけ煙出ない方法で焼いて、次の日匂い残ってるか検証します。IH ヒーターはかなり電力消耗しますんで、ポータブルバッテリー持ってきました。今日はエコフローのリバープロです。こちらで調理していきます。いや、めちゃくちゃいい匂いします。今日なんですけど、スーパーでなんか面白いものを見つけました。焼肉ザパンチ塩だれの素、こんな初めて見ました。九州ではメジャーなんでしょうか。後ろ見たらなんかレモンがいいらしいんで、レモン汁買ってきました。こちらで塩だれいただきます。めっちゃいい香りしてます。ニンニクも入ってますね。それではいただきます。次は油乗っていて油跳ねあると思いますので、アルミホイルで蓋していきます。ごちそうさまでした。いやー、満足しました。それではあとはもうアルミホイル包んで捨てます。こちらはギャレーできれいします。今車内の匂いはずっといてるんでしないんですけど、明日の朝ちょっと怖いですね。またどうなったかお伝えします。焼肉40分ぐらい楽しんで、残量は 99% から 71% になりました。で、このポータブルバッテリーの容量は 720Wh です。今日はリアのベッドで寝てみます。で、寝袋なんですけど、この薄めの秋夏用の寝袋持ってきました。こちらで寝ます。いやー、この空間めちゃくちゃ落ち着きます。なんか収納ありますね。結構物入りますね。これは嬉しいです。明日はこのマッシュで四国上陸します。めちゃくちゃ楽しみです。それではおやすみなさい。
あ、枕忘れた。しゃあない。寝よう。おはようございます。いやー、めちゃくちゃよく眠れました。今の気温が中が 19.8 度、外が 15.3 度です。寒くもなく暑くもなくちょうどいいです。マットなんですけど、下何も敷いてなかったんですけど、背中は痛くなってません。遮音性なんですけど、ここはかなり静かだったんで、あまり車も通りませんでした。また高速道路で寝た時に遮音性体感してみます。いやー、しかし常設ベッドだともう朝の用意、こうやって起きたら終了っていうのがめちゃくちゃ楽ですね。いやー、めちゃくちゃ気持ちいいですね。やっぱり窓大きいのいいですね。それではトイレ行くついでに道の駅探索してきます。止めたところのすぐ目の前、ここが温泉でした。今日は早く出るのでもう残念ですが入れません。また今度寄った時入りたいと思います。で、駐車場なんですけど、昨日夜暗くてあまりわからなかったんですけど、ここの広い駐車場と別にもう一つ道路を渡って向こうにすごい広い土地あるんですけど、それ全部駐車場でした。ここなんですけどめちゃくちゃ広いです。あ、キャンピングカー止まってますね。ここで車中泊したらかなり静かだと思います。1億円トイレって書いてますね。行ってきます。まだ売店などは準備中で営業はしてないようです。1億円のトイレどんななんでしょう。楽しみです。1億円トイレ、なんと時間外で使えませんでした。朝早いとダメなようです。ちらっと見えたんですけど、目の前に滝が流れていてすごい綺麗そうでした。それでは一旦鼻が外に慣れた状態で中入っています。昨日の焼肉どうでしょうか。うわ、すごい。全然匂いしません。車内焼肉大成功です。できるだけ煙が出ないように調理したことと、マックスファンの威力で車内に匂いが残りませんでした。朝食なんですけど、鶏の缶詰で玄米炊き込みご飯作ります。玄米は昨日夜寝る前に水につけてきました。それではあとは待つだけです。多分20分ちょいで炊き上がると思います。今回 1.5 合炊きます。このミニ炊飯器だとギリギリです。余った分はお昼いただきます。お味噌汁いただきたいのでお湯沸かします。こちらの小型のケトル持ってきました。ポータブルバッテリーは炊飯器で 290W 消費してます。で、ここにケトル使っちゃうとオーバーしちゃうので、このマッシュの電源使います。ここに挿して、でインバータスイッチを押すと使えます。玄米なんで炊き上がるまで予想よりもだいぶ時間かかっています。で、その間に今回の初めての車中泊旅で感じたメリットデメリットをお伝えしたいと思います。まずはメリットなんですけど、もうこれコスパがすごいいいですね。中古はこの機能、このオプションで400万っていうのは新車では考えられないです。そしてすぐに旅に行ける。今キャンピングカー業界の中古市場の値段が上がっている理由が分かります。今このぐらいの装備を新車で買うと1000万はするんじゃないでしょうか。他にもナッツ RV さんの家具の立て付けの精度の高さや、もう立って歩ける素晴らしさ、ストレスのなさ、
そういうのもたくさんメリットあるんですけど、今回はあえて一つだけ中古のコスパの良さ、今のところは問題なく快適に過ごせているので、そちらをお伝えしました。そしてデメリットなんですけど、まず車のバックミラーですね。こちら純正のままなんで全然見えませんでした。というのもバックミラーに映るのはこの後ろのリアベッドの小さい小窓の隙間です。ほとんど見えません。これは早急にバックカメラつけた方がいいかなと思いました。そしてデメリット2つ目なんですけど、こちらさっきの中古すごい良かったと言ったんですけど、やっぱりこれ10年落ちなんでいろんなところに汚れが目立ちます。これリアベッドの小窓なんですけど、すごい汚れ硬い、なんか凍りついたような汚れがあったりします。そしてここの家具はもう少し浮いてしまってます。こういうのはやっぱりしょうがないかなと思います。その分安く乗れているんで全然問題ないです。それではご飯炊けたようなんでいただきます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。いや、満足しました。それでは今日はフェリーに乗りますんで、片して出発します。はい、じゃあ入ります。おー、すごい。うわー、これは怖いな。ちょっと今速度上がってたんですけど、速度上がるとすごい影響を受けます。待ちに待ったキャンピングカー、とうとう納車されました。ライトキャブコンと言われるクラスで10年落ち中古で400万円です。購入したお店、ナッツ RV 北九州店。福岡県から自宅のある奈良県まで納車された日、そのまま車中旅で帰ります。一般道と高速道路、船旅も交え、中古キャンピングカーの使い心地を確かめてお伝えします。初日は九州で車中泊、今日はフェリーで四国に渡り車中泊します。今回の旅は自分が一番気にしていた山道を走行します。上りが苦手なライトキャブコン、登ってくれるんでしょうか。体感しお伝えします。車中飯では四国愛媛県の特産物を料理していただきます。そして車中泊させていただく道の駅、瀬戸内海沿いにあり本当に絶景でした。しかし夜は地元のヤンキーが何があるかわからないもんですね。今回もおっさんの納車車中泊旅、お付き合いよろしくお願いします。今福岡県の道の駅大東桜街道にいます。こちらのキャンピングカー、昨日納車されてここで一晩過ごしました。今回は九州から奈良まで車中泊で帰る旅してます。今日はフェリーにキャンピングカーごと乗って四国に渡ります。楽しみです。途中山道も走ります。ライトキャブコンパワーないと言われています。果たして速度保って走行してくれるんでしょうか。車中泊旅を通じて体感してお伝えしたいと思います。フェリーなんですけど、実はまだ予約してません。当日予約できるか一回電話で聞いてみます。すいません、予約しないんですけど、当日行っても乗車できるんですかね。はい、乗用車でのご利用予定ですか？はい、キャンピングカーなんですけど。もしかすると到着した時に混
混雑してると1便待ちという形で待っていただいて乗る可能性もありますが、ありがとうございます。お願いします。はい、失礼します。ちょっと待たないといけないかもしれないんですけど、大丈夫そうですね。行ってみます。で昨日、料理に使ったポータブル電源容量が今 25% とかなり減りました。で走行充電したいんですけど、この DC、シガーソケットからの充電と AC コンセントからの充電があります。で今日せっかくなんで、このインバーター使って AC コンセントから充電してみます。あ、充電されてますね。どんどん上がっていってます。一度エンジンつけてみます。はい、このエコフローの急速充電 600W ぐらい出るんですけど、今 600W 近く出てます。すごいですね。車のインバーターから家庭用の急速充電のワット数が出てます。ただこのサブバッテリーのメーターが下がってきました。もしかしたらエンジンつけてインバーターで電気を作っているよりも大量に消費しているかもしれません。ちょっと怖いんで、今回は AC コンセントやめてこの DC から充電しておきます。はい、DC12V では今 110W 入力されてます。車のサブバッテリーのメーターはフルに近くなりました。これなら安心ですね。はい、それでは安全運転で行ってきます。ちょっと雨が降ってきました。天気持ってくれたらいいんですけど、今日は一般道でいろんな道行きます。このマッシュの性能どのぐらいあるのか楽しみです。はい、今からちょうど軽い山越えるみたいなんで、上り性能とコーナリング性能体感してみます。はい、今結構きつめのカーブです。おお、あれ、なるほど、思ったよりロールしないですね。やっぱダブルタイヤだからロールの量が抑えられてるんだと思います。これは嬉しいですね。普通車までとは言わないんですけど、他の大きいキャンピングカー結構ロールするんで安定している方だと思います。今まあまあきつい上りに入りました。で40キロで走行しています。で速度下がってきたんで強く踏んだらギアが下がってエンジンの回転数が少し上がりました。そうするとまた加速してくれました。今制限速度50キロでまたきつめの上り来ました。で1回踏んでいます。はい、今ギアが下がって50キロキープしてます。で加速もしてくれました。ただかなり緩やかな加速なんで上りのきつい道はやっぱりしんどいですね。ただ制限速度は出るといった感じでした。軽キャブコンに比べるとパワーはまだあります。今回一般道の上りでした。あと問題は高速道路の上りです。ちゃんと速度をキープしてくれるんでしょうか。その辺を明日確かめます。この辺は道幅も広くてすごい景色も良くてキャンピングカー走りやすいです。まもなくフェリー乗り場なんですけど、ここ佐賀関めちゃくちゃ綺麗です。いやー、これ天気のいい日に走りたかったです。あ、ここですね、フェリー乗り場。はい、ありがとうございます。ご予約されてますか？予約してないんですけど、はい。それでしたらですね、はいもう4番レーンの方に止めていただいて、4番レーン順という形で並んでいただくわかりましたことになります。はい車検証持って券からでお待ちください。はい4番レーンになります。はいはい、このレーンが当日順番待ちの車だそうです。1、2、3台止まってますね。とりあえず車検証持って受付行ってきます。はい、料金はキャンピングカー込みで9060円でした。フェリーあれですね。いやー、大きいですね。今からあの中に入ると思うとワクワクします。あ、ちょっと車増えてきましたね。それでは中で待機しておきます。ポータブルバッテリーどのぐらい充電されてるんでしょうか。今 84% になりました。だいたい3時間ぐらい走行しました。今も入力されてます。で今エンジン切ってますんで一旦止めておきます。どのぐらい待つのかわ
わからないので、これ前の方見えますんで、ここでゆっくりくつろいできます。こういう待ち時間はキャンピングカー強いですね。なんぼでもゆっくり待てます。はい、今なんかアナウンス聞こえたんで運転席戻ってきます。はい、動きました。1台2台通りました。ここも行けますかね。14台です。はい、乗船機です。あ、乗船機。すいません。はい、ではどうぞ。はい。はい、大丈夫でした。じゃあ行ってきます。はい、じゃあ入ります。おー、すごい。こんな感じか。すごいな。はい、到着しました。はい、出港しました。はい、到着しました。四国上陸です。愛媛県初めて来ました。それではまずはスーパーマーケット寄って地元の食材あるか探してみます。はい、スーパーありましたんでここで買い物していきます。ショッパーズ伊方店。はい、食材買ってきました。ここから車で40分ぐらいのところに道の駅あります。今回はそこで車中泊させてもらいます。途中に夕焼け小焼けラインというのがあります。なんかめちゃくちゃ綺麗そうですよね。もうすぐ日暮れちゃうかもしれないんですけど、一度行ってみます。うわ、めっちゃ綺麗です。ここが夕焼け小焼けラインです。ちょっと夕焼けは雲で隠れちゃったんですけど、もう雨は上がりました。うわー、来てよかったです。はい、到着しました。うわ、ここめちゃくちゃ綺麗ですね。目の前がビーチで、空は夕焼け出てないんですけどオレンジ色に染まってすごい幻想的です。このビーチにある石碑がライトアップされてます。いやー、ここ最高ですね。また明日の朝どんな景色なんでしょう。楽しみです。なんかこのビーチあらゆるところにカップルがいます。いいですね。ここはなんか恋人の聖地のようです。恋人岬二見シーサイド公園。なんか聖地におっさん一人来てしまってすいません。恋人同士の人はぜひ遊びに来てください。駐車場は結構広めなところが一箇所あって、で向こうの方ですね、ちょっと200メーターぐらい離れた場所にもう一箇所広いところありました。ただそこは夜10時になったら出れなくなるそうです。コンビニもすぐ目の前にあるんで、これは安心ですね。それでは車内に戻ります。ここの道の駅めちゃくちゃ気に入りました。これ大きい窓から明日海見えそうです。楽しみです。ポータブルバッテリーは 100% になりました。これでまた料理で使います。今スマホで日帰り温泉探していたら、ここから約20分ぐらいでありましたんで、昨日お風呂入ってないんで今日はお風呂入ってきます。
なんですけど、ちょっとこんな感じでかなりうるさいんで場所変えます。はい、移動しました。さっきが向こうの方なんですけど、幸いこの駐車場かなり広いんで、ここだったら静かです。いやー、びっくりしました。向こうトイレ近いんですよね。地元の元気な子たちが夜な夜な集まってるっぽいです。それでは中に入って写真飯いただきます。いやー、車の中は安心ですね。じゃあ窓だけ閉めて、とりあえずノンアルコールビールいただきます。いやー、今日もほんと過ごしやすいです。今車内が22度、外が16度です。それでは車中飯作っていきます。愛媛県産の小松菜すごい安かったんで、今日はこちらを使ってオイスターソース焼きそば作ります。これね、ほんと簡単で美味しいんで、いつも家でよく作ってます。先に漬けだれを作ります。まずは醤油小さじ1、オイスターソース大さじ半、次みりん小さじ半、ポンだしちょっと。これで完成です。それでは野菜炒めていきます。煙出てきたんでマックスファン回しておきます。こちら冷凍のシーフードミックス入れていきます。火を止めて最後にこの漬けだれを加えます。火止めてるんで軽く炒める感じになります。本当にちょっとだけ炒めてメイラード反応で旨味を出します。うわー、美味しそうです。いただきます。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。それでは片して今日はテレビ見て過ごします。ポータブル電源は 100% から 76% に減りました。容量は 720Wh です。テレビなんですけど、まずこちらのアンテナのスイッチを押します。そしてインバータースイッチ、これで AC コンセントで電源入ります。それではリモコンでつけてみます。あれ、このチャンネルは現在放送されていません。設定でやっています。自動チャンネルスキャン。あ、これでいけそうですね。受信できるチャンネルを探しています。しばらくお待ちください。99%、100。さあ、これで見れました。地域変わると毎回スキャンしないとダメみたいですね。じゃあこれでしばらくくつろいでいきます。せっかくなんで今日はここをベタ展開してくつろいでいきます。でまずテーブルを外して下の台にします。次はこのソファーの背もたれを外して
こに埋めて完了です。いや、もう寝ちゃいそうです。で、歯磨いて、今日はせっかくなんでここで寝てみます。このソファーふかふかなんでめっちゃ気持ちいいです。いや、今日も楽しかった。焼きそばの匂いどうなんでしょうか。匂い残ってるのか、明日の朝また体感してみます。そして明日は高速道路、いよいよ長距離走ります。で、クルコン試しますんで、それも楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。いやー、ぐっすり眠れました。昨日もそうなんですけど、今日もびっくりするぐらい熟睡できました。かなり静かですね。やっぱこのボディ断熱、かなり遮音性あるようです。今、車内の温度が20度で、外気温が 21.7 度です。やっぱり、温度もありますよね。こんだけ過ごしやすいのは。車中泊にほんとぴったしです。うわ、海がめっちゃ綺麗です。せっかくなんで、もっと海がよく見える隣の駐車場行ってみます。うわ、こっちの駐車場めっちゃいいですね。もう海がすぐ横です。で、反対側、向こうが道の駅で、そこが砂浜です。後で朝ごはん食べてから少し砂浜探索します。こちら、地元愛媛県で採れたタイの切り身使ってタイ飯作っていきます。この切り身、なんと皮ついてます。これ関西ではなかなか売ってないんですよね。で、ここではほとんど皮付きの切り身が売っていました。タイ飯作るときは絶対皮付きの方が美味しいです。このミニ炊飯器で作っていきます。無洗米お米1合。先水に浸しておきます。まずは IH ヒーターとフライパンでタイの切り身焼いていきます。換気しておきます。この網戸って取れるんですかね。あ、取れましたね。こっちの方がよく景色見えるんで、今日はこれでいきます。味付けなんですけど、醤油小さじ1、酒小さじ1、みりん小さじ1、顆粒だし小さじ1、そして混ぜて昆布入れます。パンパンになっちゃいましたが美味しそうです。で、これで蓋して炊飯スイッチを押して放置して完成です。完成するまで砂浜探索します。うわー、すごい。めっちゃ気持ちいいです。朝のビーチは誰もいません。マッシュはあそこです。朝起きてすぐこの景色に出会えるのが車中泊の醍醐味ですね。それではお土産買って車内戻って車中飯いただきます。あ、車内なんですけど
ちょっと多少は匂いするんですけど、マックスファン回していたんで、そこまで匂いが充満してませんでした。昨日の焼きそばの匂いは全然しないですね。あ、もう保温になってますね。できてます。味噌汁のお湯沸かしていきます。インバータースイッチを押して、はい、これでスイッチつきました。それでは開けてみます。ごちそうさまでした。美味しかったです。1合あったんですけど、ペロリと食べちゃいました。はい、今回車中泊2日目してみて感じたことなんですけど、まずはメリット。初日では分からなかったんですけど、2日目かなり体感しました。この遮音性ですね、壁の。めっちゃ静かです。このボディ断熱の壁が分厚いっていうのもあると思うんですけど、すごい布が多いんですね。カーテンもそうなんですけど、ソファー、あと天井とかも、こういったものがボディの遮音性以外に音を吸収してくれていたのかもしれません。今日は高速道路で帰りますんで、途中サービスエリアで車中泊します。今日も道路があって車通っていたんですけど、少し離れていたんで音が聞こえにくかったのかもしれません。喧騒の中、どのぐらい静かなのかもう一度体感してみます。次感じたデメリットなんですけど、今回は走りのデメリットが目立ちました。一般道、山道、峠も今回かなり走りました。まずは風にかなり弱そうです。一般道でも強風が吹いてる高台とか走ってると左右に揺られました。ハンドルで修正打を打たないと流されそうな感じでした。2つ目なんですけど、これびっくりしました。急な坂道発進の時下がりました。坂道発進する時は止まっていって一度ブレーキを離してからアクセル踏むと思うんですけど、そのブレーキ離した瞬間に少し下がりました。でアクセル踏んだら登っていきました。なのでこれ気をつけないと、後ろ車あるとき危ないですね。マニュアル車だったらサイドブレーキ引いてハンクラッチにしてから出発すれば大丈夫なんですけど、オートマなので後ろいないか確認してから出発した方がいいなと思いました。あともう一つ、これはしょうがないかなと思うんですけど、パワーが少し足りませんでした。今回峠、坂道かなり急でした。ベタ踏みでも本当に急な坂だったら50キロぐらいしか出ませんでした。緩やかな坂でしたら問題なく加速してくれました。 1800cc あるといえども、やっぱりこんだけ重たいキャブコンなんで坂道は少しパワーが足りないという感じでした。これ家族とか荷物回されだったらどうなるのか心配になりました。で今日は高速道路走りますんで、途半車線の時80キロキープできるのか体感してみたいと思います。もう少し愛媛県堪能してから高速道路に乗ります。で高速道路に乗る前に一度一般道、九州からここまでの燃費測ってみます。はい、愛媛県松山市まで来ました。それではここでガソリン入れます。マッシュの給油口は運転席側、ここにあります。この中ですね。それではレギュラー満タンします。走行距離 296.4 キロです。はい、これで燃費計算します。 296.4 キロ割る入ったガソリンが 32.06、 1リッターあたり 9.24 キロ走る計算になります。で今回条件なんですけど、もうエアコンは使ってないです。
そして山道多かったんですけど、でも信号なかったんで燃費意外と伸びたかなという気がします。いかがでしょうか。このぐらいだったら全然許容範囲ですよね。今日は高速道路ですね。さらに伸びてくれるのか、そちらも検証していきます。納車。この中古で購入したマッシュ納車されて3日経ちました。納車直後そのまま車中旅、九州を出発し、今愛媛県東温市にある天然温泉リラクさんにいます。温泉入っていました。気温は23度とめっちゃ過ごしやすいです。昨日おとついは静かな場所で車着しましたのでよく眠れました。今日は高速道路サービスエリアで車着します。喧騒の中遮音性を体感します。車中飯はコンビニ食材でラーメンお好み焼き作ります。今から高速道路に入り奈良まで帰ります。心配なのが風の煽りです。四国、愛媛県、香川県の高速道路は高い場所に作られているので風が強いんですよね。そして風さらに強いのが大鳴門橋明石海峡大橋です。風強すぎて通行止めになるくらいの橋です。マッシュ大丈夫でしょうか。怖いんですけど体感しお伝えします。転倒して伝説の動画にならないことを祈ります。そして試したかったクルーズコントローラー、こちらも試していきます。こちらのクルコンはリニアクルーズという後付けの商品になります。ここを押すとここが光ってクルーズモードになります。そしてこれ速度上下で車速を変えます。ちょっとややこしかったんですけど、ナッツ RV の方がこんな感じでメモしてくれました。ありがとうございます。そしてポータブルバッテリーも今日料理で使えますんで、あんま残量がないんですね。今 24% です。こちらも走行しながら充電していきます。はい、これで OK ですね。はい、それでは安全運転で行ってきます。レギュラー満タン168円ですね。1リッター。はい、満タンになりました。でこのトリップ B をリセットしておきます。はい、高速入るんですけど、なんとETC カード持ってくの忘れました。かなり長距離なんですけど、もう一般で行きます。はい、じゃあ通行券取ります。はい、行きます。はい、合流しました。今夕方なのでもうちょっとしたら暗くなると思います。で行けるとこまで行ってどこかサービスエリアで車着します。はい、80キロの巡航に入りました。ではクルコン使っていきます。まずはクルーズモードに入ります。そして今80キロなんでこのままセットします。はい、これで80キロで今巡航モード入りました。もうアクセルは離してます。でこれ上下で1キロずつ速度を変化できます。で長押しの場合は10キロずつになります。今軽い上りだったんですけど
80キロで巡航していて、で速度が下がってきました。そうするとギアが自動的に下がってエンジン回転数がちょっと上がってまた80キロになりました。オートマのギアチェンジも自動でやってくれます。これは楽ですね。ちょっと自分心配していたのが坂道など速度下がってきてギア変わった瞬間にクルーズモードが解除されるんじゃないかなと思ってました。でも問題なかったです。まもなく強風で有名な大鳴門橋です。できればお昼渡りたかったんですけどね、めっちゃ景色いいんで。いやーちょっと怖いですね。やばそうだったら極力速度落としていきます。入りました。おおすごいすごい。やっぱ揺れますね。今制限速度70キロになってました。おお風が車体にゴーゴーと言って当たります。そして少し横に押されます。で風速は今11メーターです。結構強いですね。ちょっと怖いな。おおすごい音してます。お両手でしっかりハンドル持っとかないとまっすぐ行きません。なんかグワーって横に押されますね。これはむずいぞ運転が。左に車体が行くんで右に修正ハンドルしないとまっすぐ行きません。で次は右に車が行こうとするときは左に修正ハンドルしないとまっすぐ行きません。だハンドルを今まっすぐにしてる状態はほぼないです。どっちかに今だったら右の方にちょっとハンドルを向けてそれでまっすぐ走ってます。うわーこれは怖いな。ちょっと今速度上がってたんですけど、速度上がるとすごい影響を受けます。できるだけ速度は下げていった方がいいですね。これは地震も入りました。兵庫県です。いやめちゃくちゃ疲れましたとりあえず次のパーキングエリアかサービスエリアで一旦休憩します。無事到着しました。めちゃくちゃ怖かったです。ダブルタイヤなんですけど、シングルタイヤだったらどうなってたんでしょうか。しかもこれノーマルタイヤじゃなくて荷重指数が上がってる8プライです。ノーマルが6プライです。ライトキャブコンで運転に慣れてない方が強風の日大鳴門橋を渡るのは絶対やめた方がいいです。今日はもうちょっと疲れたんでここで車中泊させていただきます。で後ろこんな感じでずらっとトラックがエンジンつけて休まれてます。結構エンジン音聞こえますんでここで遮音性を体感します。売店はもう閉まっていました。とりあえず窓閉めてノンアルコールビールいただきます。ちょっと車内が暑いですね。中が24度で外が 19.4 度。多分走行した直後なんでエンジンの熱が車内に入ってきていると思います。窓開けてマックスパワー回して外の空気取り入れます。やっちゃいました。いやゆっくりしていたら寝てしまいました。今もう3時です。後ろのベッド片付けていてゆっくりしていたら寝てしまいました。運転疲れていたんでしょうか。車中飯の用意していたんですけどまた明日いただきます。今日はもう歯磨いて寝ます。
ございます。今、車内の気温は 26.4 度。外気温は約20度なんで、マックスファン入れて、外の空気取り入れます。昨日はよく眠れました。音も気になりませんでした。朝食はコンビニ食材だけで作るうまかっちゃんお好み焼き。前の動画でカップ焼きそばでお好み焼き、チキンラーメンでお好み焼き作って両方美味しかったのでいけると思います。具材はうまかっちゃん、そしてコンビニで売っているミックスサラダ、あとは焼き豚です。早速作っていきます。お水は通常のラーメンの半分以下 200ml 入れていきます。で、IH 調理器にフライパン、そしてくっつかないアルミホイル敷いてます。エコフーローのポータブルバッテリーは 79% 走行充電で増えました。はい、かなり汁吸いましたね、麺が。今回具材と麺を混ぜるボウル持ってきてないので、もうフライパンの上で混ぜちゃいます。電源だけ切って熱冷ましてあげます。それでは再び加熱していきます。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。九州の方にはこんなうまかっちゃう食べ方怒られてしまうかもしれないですね。調理中もずっとマックスファン回していて、まだ開けてるんで外から涼しい風が入ってきます。で、今車内の温度が 21.2 度、外気温が 19.9 度、ほとんど外気温と変わらないですね。キャンピングカーには直射日光当たってるんですけど、やっぱりこのボディ断熱とマックスファンの換気ですごい快適に過ごせます。これもし普通車だったら多分今外気温20度なんで中は30度ぐらいあると思います。ポータブルバッテリーの残量は 36% になりました。最初は 79% でした。 IH 調理器はだいたい20分ぐらい使用しました。やっぱりかなり消費してますね。このポータブルバッテリーの容量は 720Wh です。淡路島内結構上りあります。そこで速度キープできるか確かめます。途中100キロ区間もありますんで100キロ出してみます。そして明石海峡大橋、ここも強風です。怖いけどゆっくり行きます。奈良に着いたら燃費も計測します。はい、それでは本線合流しました。でまたクルコン80キロ設定してゆっくり行きます。今日は風が
めちゃくちゃ強いですね。ずっとゴーって車体に当たっている音がします。はい、ここから制限速度が100キロになりました。1回マッシュで100キロ出してみます。はい、今100キロになりました。やっぱりすごい騒音が、ロードノイズや風の音が大きくなります。100キロ走行は問題なくできます。ただ風の煽りも強くなりますんで、80キロ走行の方が快適に走れそうです。ここからきつめの上りになります。今現在クロコンは80キロに設定しています。このままキープできるか確かめます。速度がちょっと落ちてきて77キロとかになりました。そして今ギアが下がってエンジン回転数が上がって、そしてまた80キロに戻りました。いやー、これは楽ちんですね。結構マッシュはアクセルをたくさん踏むことが多いです。パワーがないのでちょっとの上り坂でも大きく踏み出さないといけません。これを自動でやってくれるのは本当に楽です。ここに来るまでもっときつい上り坂、途半車線も多数あったんですけど、ギアが1つ下がってそれでもキープできなかったらさらにギアが下がります。それも自動でやってくれるんでめっちゃ楽に運転することができます。上り坂能力もそうなんですけど、合流時の加速性能調べてみたいんで、次サービスエリア入って合流するとき40キロから80キロまで加速を何秒か測ってみます。はい、じゃあ40キロが加速いきます。ベタ踏みでいきます。せーの、はい。はい。ぼちぼちの速さでした。めっちゃ遅いわけではないんで問題ないかなと思います。はい、入りました。現在80キロで走行してます。今日はそんなに風強くないですね。昨日の夜めっちゃ怖かったんですけど、あまり揺れてません。安心しました。はい、明石海峡大橋渡りました。料金所見えてきました。一体いくらなんでしょうか。5000円。はい。はい。はい。5710円でした。はい、お願いします。料金は6550円です。はい。はい。はい、6550円でした。420円。はい。はい、420円でした。奈良到着しました。走行距離今で370キロですね、四国からは。そしてガソリンなんですけど、途中給油なしで行けました。はい、満タン入りました。じゃあ写真撮って燃費計算します。高速の燃費なんですけど、走行距離376.9 キロ、入ったガソリンが 39.17 リットル出ました。1リッターあたり 9.6 キロ走る計算になります。ちなみにエアコンはほとんどつけていました。どうでしょうか。あんまり一般道に比べると伸びなかったイメージです。やっぱり風の抵抗強いんですかね。そして今回の納車車中旅、一般道も含めたトータルの燃費なんですけど、走行距離が 686.2 キロ、
そして入ったガソリンが 75.77 リットル。1リッターあたり9キロ走る計算になります。いやー、無事九州から奈良まで帰ってこれました。で今回の高速道路パーキングエリア車中泊旅で感じたことなんですけど、まずはメリットなんですけど、遮音性は高いです。今回あえてエンジンついているトラックの近くで寝ました。問題なく睡眠できました。真横じゃなきゃ大丈夫だと思います。走りに関してのメリットなんですけど、意外とパワーあります。 1800cc のエンジン問題ないです。高速道路のどんな坂でも80キロキープ可能です。加速もベタ踏みすれば流れに乗って合流できました。そして社外品のこのクルーズコントローラーかなり良かったです。速度設定しておけばアクセル離したままで巡航できるので長距離でも楽でした。特にこういったライトキャブコンや軽キャンピングカーはアクセルの踏み立つ回数が多いので一番恩恵がありました。そしてデメリットなんですけど、メリットでもあるクルコン少し誤差がありました。80キロ巡航の場合、上り坂に入った時速度落ちてギアが下がって加速するんですけど、85キロくらいまで加速されます。そして80キロに落ち着きます。少し慣れが必要でした。次のデメリットなんですけど、かなり風に煽られます。横風もそうですが、トラック追い越しされる時も結構揺れました。高速道路を走るならスタビライザーやショックアブソーバーで足回り強化必須だと感じました。またナッツ RV さんに相談してみます。改善されたらその辺も動画にしていきます。ただ走りを犠牲にした分居住性は抜群です。走りのデメリット全然我慢できます。これからはこのライトキャブコンマッシュと軽キャンピングカーインディ727、これから検討される方へ向け違いや比較など検証していきます。やっぱり実際に所有してみないとわからないことって多いと思います。この後家に帰って嫁にマッシュ見せてみます。家族で車中泊する用のキャンピングカー買うとは言っているんですが、色やレイアウト言ってません。どんな反応するんか楽しみです。気に入ってくれたらいいんですけど。来たよおー。楽しい、よかったな。おもろいなこれ。はい、じゃあ乾杯。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 リンゴジュース。リンゴジュース。